はい、皆さんこんにちは、菊丸です。今日もよろしくお願いします。今回はお待たせしました。ついに来ました。この企画、最強の平場シリーズ第5弾でございます。今回初めて見てくださっている方もおられるかと思うので、簡単に説明しますと、この企画は私が最強と思う平場の仕掛けをただひたすら追い求めて作っていく、ただそれだけの企画でございます。そして私が今最強だと思う平場には5つの条件がございまして、その条件がこちら。まずタングステンのシンカーが使えること、ラバー交換が簡単であること、シンカーとラバーをロストしないこと、シンプルで簡単に作れること、そして手返しがいいこと、この5つを挙げています。まずはこちらをご覧ください。これは平場の仕掛けを再現しています。使用しているラインはP ラインが1号、そしてここに SC ノットをしてフロロカーボンの3号を接続しています。その先に平場の仕掛けを結んでこのような仕掛けを作っています。通常平場で根がかりをしてしまいますと、遊漁船なんかはなかなか引き返してもらうことができません。そして根がかりが外れなくて一生懸命引っ張ると P ラインが切れるかフロロカーボンが切れて平場の仕掛け、ラバー、シンカーすべて失うことになります。それでは根がかりを再現します。根がかりが外れないので思いっきりラインを引っ張ります。はい。するとこのように破断します。このように私の仕掛けではラバーとシンカーを回収することができます。せっかくたくさん魚が釣れたとしてもシンカー一つ失うともうなんか嬉しさが半分になってしまうんですよね。タングステンもどんどん高騰してますし、なくしたくないから鉛のシンカー使うとチャンスはどんどん減っていきます。1日釣っても釣れる時間って限られている中でタングステンを使えないのは本当に痛いです。シンカーとラバーを回収できればコストも下げれますし、環境への負荷も少なくできます。この仕掛けにたどり着くまでかれこれ5年ぐらい試行錯誤を繰り返してきましたが、今回ようやくまた納得できるものになったので皆さんにお伝えできればと思います。そして今回作るのがこちら。もう今までで一番シンプルになったんじゃないのかなと思います。見た目もシンプルです。まず2つの構造に分かれていて、上は C ハンターを使っていて、下側はフロロカーボンのラインを使用しています。ラインの太さは2号を使用しています。なのでまず上に P1 号が来て、その後フロロカーボンの3号で C ハンターを結んで、最後がフロロカーボンの2号という構造になります。大物が多いところではフロロカーボンの 3.5 と 2.5 の組み合わせもいいかとは思うんですけれども、やっぱり太くすると当たりが少なくなると思うので、私は3号と2号の組み合わせを選んでいます。あと私は平場ではベイトリールを使用しているので、ドラグを調整してラインブレイクを防いでいます。また逆にこのラインブレイクするかしないかのせめぎ合いがちょっと楽しかったりもします。とはいえドラグを調整していれば、このフロロカーボン2号で魚で切れたことは今まで経験はありません。何よりもやっぱり根がかりでね、このタングステンを失うっていうショック、あれが軽減されただけでもすごくストレスがなくなったかなと思います。あとなんといってもですね、今回の仕掛けは5項目が過去のどの仕掛けよりも全て上回っていると思うので、そちらも注目していただけたらと思います。それではまず材料紹介します。まずは C ブレイド、C ハンターでも大丈夫です。こちらはサイズは8と5があるんですけど、5号を使用していきます。そしてこちら、針を結ぶラインはフロロカーボンのサイズが2号です。そしてこちら、ジャッカルさんのバックファイヤーキャップフレア。これバックファイヤーキャップでも大丈夫です。サイズは M サイズを使用します。そして最後に針です。針はこちら、はやぶささんの瞬間マダイ。サイズが5号です。針は何でも大丈夫です。自分の好きなのを使用してください。使う材料は以上です。それでは作っていきます。それではまず上側のパーツから作っていきます。こちらの C ブレイドを長さ15センチにカットしてください。はい。切ったラインを2つ折りにして端を8の字で結びます。小さな結び目を作るときはこの100円ショップで売っているニードルがすごくおすすめなので、持っていない方は買ってみてください。あとは端をプライヤーで挟んでしっかりと締め込みます。5ミリぐらい端が出ている感じになると思います。はい、こんな感じで完成です。で、次に針なんですけど、今回2種類作ろうと思います。
1つはこういった1本に2つの針がついているものと、もう1つはこちらのように1つのラインに1つの針をつけて二股にこう分かれている仕掛けになります。この2種類を作る理由なんですけども、こう2つに分かれていると、根がかりした時、2つともの針が根がかりしてしまった時は力が分散されて、もしかしたら3号のフロロカーボンのラインが切れてしまう可能性が出てきます。なので使い分けが必要かなと思います。フッキング率からいくとこちらの方がやっぱりフッキング率がいいのかなとは思うんですよね。ただしやっぱ根がかりした時のリスクは怖いので、根が粗い時なんかはこちらの1本のラインを使った方が、根がかりしてもラバーとシンカーの回収率はぐっと上がると思います。それではまず二股の仕掛けから作ります。まずはフロロカーボンのラインを20センチの長さでカットします。はい、カットができたらラインの端に針を結びます。結び方は打ち掛け結びをしていきます。1周回して2本持ちます。私はここでハーフヒッチを1回して少し軽く締めてぐるぐるぐると7周ほど巻いていきます。6、7周。そして先端を引っ張ったら結び目ができます。手で軽く締め込みができたらプライヤーでしっかりと締め込みます。まず最初にライン同士を引っ張って針に引っ掛けて再度締め込みます。この時に懐側にラインが抜けるようにしてしっかりと締め込んでおきます。締め込んだら余ったラインを5ミリぐらい残してカットします。はい、こんな感じです。出来上がりはこんな感じになります。そしたら次はラインの反対側に針を結んでいくんですけども、この時に針と針の間、ちょうどこの血元同士の間隔が45ミリになるようにして結んでいきます。今度は外掛け結びをしていきます。こんな感じで輪っかを作ったら短い方のラインを針に巻いていきます。こちらもだいたい7周巻いていきます。1周、2周。ちょっと動画を飛ばします。これで7周目で巻き終わったら先端を先ほど最初に作った輪っかに通して、これはちょっとゆっくり締め込んでいきます。両方引っ張りながら締め込んで、こちらもプライヤーを使って締め込みます。針がついているので反対側は引っ掛けた状態で締め込みます。次に針を引っ掛けて地元側にラインが抜けるようにして再度締め込みます。はい、こんな感じです。でこちらも余ったラインを5ミリぐらい残してカットします。はい、こんな感じになります。両端に針がつけれました。この時に針と針の間の長さが重要になるんですけども、外掛け結びだと若干ずれるんですね。で70から75ミリがベストなんですけど、これ78ミリぐらいありますかね。これは人によって差が出てくるとは思うので、最初45ミリに設定した間隔を多少ずらしてみて、自分が仕上がりが70ミリから75ミリになる寸法を探してください。出来上がった針を2つ折りにするんですけど、少し段差をつけます。この時のつける段差はだいたいこの針の先端とこちらのもう2本目の針の懐っていうんですかね、ここがちょうど同じぐらいの長さになると針にラバーが絡まりにくくなるので、その長さで2つ折りにします。そしてこれを8の字結びで結んでいきます。ここに8の字結び作ります。一回輪っかを作った状態でこのニードルで8の字を作ってしまいます。下から通してくるっと回して引っ掛けて引き抜く。そうすると手でやるより簡単に8の字ができるので、このまま締め込みます。だいたい輪っかが1センチぐらいあった方が後の作業がしやすくなります。ただ今回はちょっと長さが長かったので、もう一回ここを結ぼうと思います。結び目を増やしてしまうと多分強度が落ちるので、できれば8の字1回だけ結んだ状態がベストだと思います。今回ちょっと長さが長かったのでね、合わせるためにもう1回結びます。こんな感じで1種類目完成です。でこの全体の長さの目安は針の先端からだいたい45ミリから50ミリ以内に収めた方が絡まりにくいかなと思います。
はい、ここからは2種類目の針を作っていきます。1本のラインに2本の針をつけていきます。こちらも1種類目と同様に20センチの長さでラインをカットします。で、先ほど同様に内掛け結びで結んでいきます。動画はちょっと飛ばします。はい、こんな感じで1本目を結べました。で、今度は1本目の針のすぐ上ですね。ちょっとずらした位置に2本目のラインを結んでいきます。この時は内掛け結びで結びます。できるだけ針が互い違いに向くようにこんな感じで持ってもらって、ずらす位置は先ほど1本目と一緒ぐらいですかね。で、輪っかを作って、ちょっとやりづらいですがハーフヒッチをして、また7周ほどぐるぐると巻いていきます。この長さじゃちょっとやりづらいよという方は最初25センチぐらいからスタートして、慣れたら短くしてください。で、7周巻いたら先端を引っ張って軽く締め込みます。ちょっと私の内掛け結びをもう少し詳しく知りたい方は概要欄に説明しているリンク先を貼っておくので、そちらをご覧ください。はい、こんな感じで軽く締めて、また懐側にラインが抜けるようにして締め込んでいきます。針が2本ついているので、締め込みの時にね、手に刺さらないように十分注意してください。できるだけ針を引っ掛けてね、締め込みすると安全なので、そちらでやってみてください。2本それぞれ懐側に抜けるようにすると、こんな感じで針が結べます。針が結べたら、この反対側に輪っかを作るんですけども、この時最初の設定の長さ、この針の一番長い方の先端から50ミリぐらいで折り曲げて8の字結びをすると、だいたい45ミリ前後になってくると思います。こちらも最初の針と同様に1周回して、あとはニードルで8の字にしていきます。下から通してくるっと回して先端を引っ掛けて引っ張り出します。で、この時の輪っかは1センチぐらい輪っかができるといいかなと思います。で、しっかりとまた締め込んで、余ったラインを5ミリぐらい残してカットすれば完成です。はい、これで2種類の針ができました。どちらの針もポイントは、この輪っかを7ミリから1センチぐらいの輪っかを作っておくことと、全体の長さが45ミリぐらいから50ミリぐらいの間に収めておいた方がラバーが絡まりにくい仕掛けかなと思います。それではここからはできた仕掛けの連結方法について説明していきます。この連結がね、今まで結構苦労してたんですけどね、やっと行き着きましたよ。まずこの針の輪っか、こちらにCハンターの結び目の方から刺します。こんな感じですね。で、そのままちょっと奥まで入れて、これを開いて、あとは針の先端をこのCハンターの輪っか通すだけです。もうこれだけ。あとはスライドすると、はい、こんな感じで、もうこれで出来上がり。これめっちゃ簡単じゃないですか。今までの苦労が何だったんだと思うぐらい、もうこれだけなんですよ。で、この仕掛けにこのバックファイヤーキャップを入れます。この時にやっぱ5号の C ハンターの方がすんなり入れることができていいと思います。で、このままスライドするんですけど、ここで問題なのが、このラインとファイヤーキャップが干渉してちょっと切れやすくなるんじゃないのかなという心配で、この心配を防ぐのが、これはもう単純にラバーを挟んでしまえば、もうフロロカーボンのラインとこのキャップが干渉することがなくなるので、もうこのラバーがクッション材の役目を果たしてくれます。で、このまま閉じると、もうこれだけなんですよね。今まで過去の動画見てもらったら分かるんですけど、結構ジョイントにねこだわってたんですよね。いろいろやってきたんですけど、もうこれになったら結構ここもねジョイントないんで、ライン自体の腰でこう持ってくれてブラブラしないんで、すごくいいと思います。なんかやっと行き着いたなって感じしますよね。これでこの仕掛けは完成です。あと最後にですね、根がかりで切れた後の交換の仕方をささっと説明したいと思います。まずは一度平刃の仕掛けを作りますね。
して根がかりを再現して、根がかってどうしても外れないのでここで強く引っ張ります。はい、こんな感じで切れます。で回収してきて、ここからまずはシンカーを上の方にずらします。そしてキャップを外してラバーを取ると。でフロロカーボンのラインを少し切って外します。はい、もうあとは簡単ですね。針のこのちっちゃい輪っかですね、ここに通してもらってぐっと奥まで入れて、シーハンターの輪っかを作ってそこに針を通します。はい、これであとは引っ張るだけですね。はい、でまたラバーを戻せばすぐに釣りが再開できると。この仕掛けを使えば根がかりでラインブレイクしてもラバーとシンカーは返ってきますし、この手返しの速さで釣りをリスタートできます。よかったら皆さんも試してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は最強の平場シリーズ第5弾をお伝えしました。今回のはかなり完成形に近づいてるんじゃないんでしょうか。やっと5年目にしてきたかなと思います。とはいえこの最後がフロロカーボン2号が待ち受けているので、ここはしっかりドラグ調整をしてもらって釣りを楽しむと。でこの切れる切れないの駆け引きも楽しんでもらいたいと。でもう少し強度上げたいなという方はこの針の結び目ですね、ここに接着剤なんかをつけて強度を増す方法もあるかなと思います。ただタングステンの価格が今どんどん上昇しているので、本当になくしてしまうともう釣りが楽しめなくなっちゃうし、環境もどんどん破壊してしまうので、絶対に切れない仕掛けというのは魅力的なんですけど、こういった仕掛けで釣るのもまた違った楽しみがあると思うので、よかったら皆さんも試してみてください。私のチャンネルではこういった釣り道具を作ったり、実調動画や簡単な DIY の動画を上げています。このチャンネルが少し気になったよという方はぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。皆さんの釣りが少し楽しくなったり何か参考になれば嬉しいです。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。